皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回は不動産に関連した老後破産について触れてみたいと思います。サムネ画像で過激なキャッチフレーズをつけましたが、決してオーバーではない現状があります。ただし、不動産を取得するにあたって十分な資産、現金がある人には当てはまる話ではなくて、35年のフルローンを組んでおり、支払い完了年齢が70歳以上になるような方に起こりうる危機について話をしていこうと思っています。この動画を作成したのは、物価高、水道光熱費の高騰が日本よりも先行して起きているアメリカにおいて、なんと3720万人以上もの人たちが貧困ライン以下で生活している、つまりホームレスになる人が増加しているという現実があり、それは日本でも起きることを感じているからです。今の時点で普通に働いていても生活困窮者になってきている方が増えている状況なので、事態はかなり深刻です。この動画を最後まで見ることで、1、不動産に対する考え方を変える必要がある。2、不動産ローン支払い者の破綻予備軍とはどういうことか。3、不動産購入は賢い選択なのかについて知ることができると思います。この動画を作成時においては、電気料金をはじめとしてありとあらゆるものの価格が上昇していくスタートの月となります。電気代は一部地域で少し下がっているという情報もありますが、これは政府が2月から9月までの期間、燃料費調整額に対して補助金を出してくれているからであり、その結果地域によっては電気代が安くなる場合がありますが、それでも燃料費調整額の上昇分の方が大きく、値上げすることにもなることがあると思いますし、政府の補助金が終われば地獄のような負担増しが発生します。世界情勢を見ると、水道、電気、ガス料金が安くなる流れではありませんから、より覚悟が必要だと思います。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回取り上げる不動産に関連した老後破産については、随分前からその数が急増していることについて社会問題となっていますので、今更感はありますが、最近では普通に働いていても生活困窮者になってしまうという時代になってきましたので、改めて考えてみたいと思いました。世界に目を向ければ大手銀行が破綻し、金融不安を払拭するためにアメリカ政府が公的資金を注入したことで沈静化したかのように見えていますが、実はその資金も底をつくとの情報が出てきています。一方で国内では首都マンション価格の高騰が話題になっており、平均価格はバブル期を超えたという報道も出ていました。これらの情報を集めてみて感じることは違和感でしかありません。前回動画でもお届けしたように、過去に起きた大きな金融危機は、そのきっかけとなった大手金融機関が破綻を迎え、本格的に世界にその影響が出るまでに1年とかのタイムラグが生じていました。そしてその X デーとも言える日まではどちらかというと安堵感が漂い、無警戒な人が出ていたという傾向がありました。では最近起きていることで言えば、クレクレスミスの破綻が大きな発端だとするなら、今は嵐の前の静けさとも言える状況なのかもしれない。いや間違いなくそうです。そんな中、圧倒的楽観主義者なのかこの時期に不動産購入をしている人、不動産投資をしている人がいるというところが少々信じられないわけです。ただ、冒頭でも話しましたが、資産がある人、現金で購入できるほどの財力を持った人は例外で、問題は35年のフルローンで完済年齢が70歳を超えている人です。それがなぜやばいことになるのかですが、大前提として不動産はローンを組んで購入していた場合、資産ではなく負債です。情報弱者はここを大きく勘違いしているようで、不動産を買ったら資産になっているという大きな勘違いをしています。借金をして購入している以上利息を払っています。つまり利益を生んでいませんので明らかに負債です。この基本的な認識を誤解しており、不動産販売業者のセールストークに乗っかって悲劇が始まっている可能性が大きいと思います。そして買った不動産が値上がりするというのはもう過去の話ですし、給料が上がっていくというのももはやないでしょう。そして日本人口は減り続けています。2033年頃には空き家率が 30% になると言われているわけで、そのような状況でどういう考え方をしたら価値が上がると考えるのか分かりません。これは不動産投資にも言えることかもしれません。もちろん例外はあるかもしれませんが、利益を上げるのは無理筋になってくると思います。そこで老後破産をする人の特徴を列挙すると、頭金が少なく年収と比較して借りすぎである、返済期間が最長の35年である、
返済完済時が60から70歳以上である。金利の安い変動金利で計算している。金利の上昇を軽く考えている。業者の試算を信じている。業者の提携ローンを使っている。家賃を払うより買った方が得だと考えている。子供の教育費が増えることを考えていない。収入は多く見積もり、支出は少なく見積もっている。収入合算、リレーローンなどを使っている。これらに該当する人は今は窮地に追い込まれていなくても、自分や家族の病気の発生や水道光熱費、物価の高騰などの状況の変化によってあっという間に地獄を見ることになります。そしてこれから不動産を購入する方が検討しなければならないリスクはどんなものがあるのでしょうか。転職、転勤ができなくなる。子供の進学などで費用がかかる。疫病の蔓延などで収入の減少がいきなり起きる。退職金の減額、廃止。土地の価格は基本下がっていく。人口減少で買い手、借り手がいなくなり売却できない。隣近所に空き家が増える。近所におかしな人、外国人が転居してきたらアウト。近所に高い建物ができて日照時間が減ってもどうしようもない。いつ起きるかわからない地震のリスク。離婚世帯は全体の3分の1もある。異常気象による被害。メンテ費用、修繕費用、税金は全部自分持ちである。マンションでは管理費、修繕積立金の負担が増えていく。地域によってはバスがなくなる。店がなくなるなど不便になる。仮に売れたとしてもローンが残る。ローンの平均完済年齢は73歳。ということで大きな借金をする際には本当に慎重にならなければ取り返しがつかないことになります。そして特にここ数年で増えてきていると言われているリスクも存在しています。それは、マンション、集合住宅での管理費がアップする。水道、電気、ガス代の高騰。リストラにあった子供が転がり込んできた。離婚した娘が子供と転がり込んできた。これらは老後破産になるきっかけにもなりますし、これから不動産を購入する際には考慮しなければならない点でもあると思います。すでに住宅ローンを支払っている人で、このリストに該当する理由で窮地に追い込まれた方も相当数いると思いますが、なぜそのようになったのでしょうか。間違いなく言えることは、自分自身が何も考えていなかった情報弱者であったということです。昔は自宅を持って初めて一人前だと言われたものです。そしてその自宅とはマンションは認めない人も多かったと記憶しています。いずれにしても時代とともに価値観は変化していますし、リスクも全く異なってきています。そのあたりの変化について情報を持っていないと大変な負担を強いられることになるわけです。何も考えていない情報弱者は不動産業者のセールストークにまんまと引っかかってしまいます。念のため申し上げておきますが、自宅を購入することを全否定するつもりはありません。リスクを承知の上で購入し、自分が決めた間取りの家で快適に暮らすということに重点を置くなら問題はありません。しかし、老後破産を迎えている人のパターンはある程度共通していますので、これから不動産を購入する人は参考にすればいいし、すでに窮地に追い込まれている人は専門家に解決策について相談に乗ってもらうしかないでしょう。話を戻しますが、なぜ窮地に追い込まれる事態になってしまったかというと、セールストークに騙されたからです。よくあるセールストークは、賃貸で家賃を払うくらいなら、住宅ローンはそれよりも安い支払いで買えますというものではないでしょうか。モデルルームを見て夢いっぱい膨らんだ時にこのセールストークはかなり魅力的だと思いますが、目先のことだけで判断したら一生後悔することになりますし、家庭崩壊にもつながりかねません。賃貸の場合、大家さんに家賃を払うことになりますが、自宅購入の場合はどうでしょうか。住宅ローンを組んだ場合、間違いなくその不動産には銀行からの担保がつけられます。もし一定期間ローンの返済が滞ったら、家を追い出され、借金だけが残りますから、賃貸よりもリスクが大きくなるだけに要注意です。先ほども言いましたが、ローンを組むことで済むところ、勤務する会社にも縛られることになりますし、追い出される可能性もあるわけですから、賃貸よりも最悪なケースが起きやすいのではないかと感じます。最後に家は買った方が良いのか、それとも借りた方が良いかについてですが、不動産を買った方がいいという人の意見としては、自分のもの、資産になるから、ローンが終われば支払いがない、家賃は捨てているようなもの、安心、気持ちよく住める、などとよく言われます。だから買った方が良いのでしょうか。先ほども言いましたが重要なことなのでアレンジを加えながら言いますと、家賃を払い続けた場合はいくらで、購入した不動産を売る時の資産価値はいくらなどと計算してみると、やはり買った方が得なのかなどいろいろ考えると思いますが、これらは全部
前提付けの過程の計算であり机上の空論です。全てに裏返しのデメリットが数多く隠されています。デメリットとして考えられることは、自分でお金を出して管理・修繕しなければならない。一生借金を返し続けなければならない。嫌でも会社を簡単に辞められない。収入が下がってもローン返済額は変わらない。ローンが終われば維持費のかかる古びた家の所有者になるだけ。ローンが滞れば追い出され、多額のローンだけが残る。子供も独立し、大きな部屋を持て余す。老後は庭の手入れが面倒。掃除が大変。簡単に売れない。誰も買ってくれない。郊外の物件だと交通や買い物が不便になる。固定資産税を払わないといけない。不動産価格が下がる。周りに空き家が増え、住みたくなくなる。これからの時代は、このようなデメリットが誰の目にもはっきり目に見えてくることになります。資産があり、現金を豊富に持っている人以外は、簡単に不動産購入には踏み出せないと考えるべきでしょう。不動産にすると、変化に応じて簡単に変えたり、換金することができなくなります。不動産購入というのは大きな買い物をすることになり、もし失敗した場合は取り返しがつかないケースも出てくると思います。相手は売りたくて仕方のない、もしくは売らなければならない立場の人間であることをよく理解してセールストークを鵜呑みにしないことです。時代とともに価値観や状況は大きく変わるものです。そうならないためにはやはり学ぶことしかないと思います。いかがだったでしょうか。老後破産ということで動画を作成しましたが、今現在起きている先行き不透明な時代においては、老後を待たずに経済状況が大きく変わってしまうケースが増えてきており、生活困窮者の増加という形で目に見えるようになってきてしまいました。住宅ローンを抱えたまま生活困窮者になれば行き着く先は自己破産ということになるのでしょうが、非常に厄介な時代になってきました。これらのことは世界規模で同時に起きておりますから、海外の情報を集めてみるとかなり悲惨な状況になっています。アメリカもイギリスもホームレスが激増していますし、お薬中毒で道路のあちこちで糞尿をしているという状況で、治安も衛生上も最悪なことになっています。物価高の状況や水道光熱費の高騰も日本よりも先に起きていますから、アメリカ、イギリスで起きていることが日本にも起きることになると認識して、その対策には相当真剣に向き合わないとまずいことになると思います。これからも自分や家族の身を守るために必要な情報を発信していきますので、引き続き応援よろしくお願いします。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。